警察に囲まれ泣き叫ぶ女性。彼女は一体何を見たのでしょうか。2012年8月、ペルーの首都リマ、当時19歳の女性ルース・タリア・サヤスは真実の価値というテレビ番組に出演しました。番組の内容は司会者から次々と質問が出され、答えた数に応じて賞金がもらえるというもの、いわゆるリアリティ番組の一種です。そこで彼女は堂々とした態度で質問に答え、高額な賞金を手にしたんです。番組が放送される前のルースはコールセンターで働く真面目な女性だと思われていました。ところが放送後、彼女の生活は一変することに。なんとルースが出演した回は同時間帯の視聴率1位を獲得。さらに翌日、彼女が小切手を持った写真が新聞の一面を飾り、一夜にして有名人に。ルースはとても浮かれていたのですが、その賞金が使われることはありませんでした。なぜなら彼女は番組出演からわずか2ヶ月後、何者かに殺害されてしまうから。テレビ出演からわずか2ヶ月後に殺害されたルース。どうして彼女は命を奪われたのか。事件の背景には彼女がテレビで話していたことが関係していたんです。おさすけんちゃんです。いや、宮本最近ね、YouTube ショーツ見てたらね、懐かしいんですけど、2000年代前半の K1 の動画流れてくる。皆さんわかるかな。アーネスト・ホーストとかさ、レミー・ボンヤスキーとか、結構格闘技のプライドっていうイベントの興行があって、それがね、もうめちゃくちゃ盛り上がってて、僕もなんかすげえ幼ながらにかじりついて見てたなと思って、その時の名選手の戦ってる動画がショーツに流れてきてるんですよ。でもあんた今さ、キックボクシング習ってるわけでしょ。そうっすね。あんたもその舞台いけるじゃないのよ。いやでもね、マジでいけると思う。自信ありすぎじゃない？ちょっとすごいわね。だって俺今前蹴りめっちゃ強いから。それ重量級の人でしょ。アーネスト・ホーストとかさ。でも俺前蹴りだけでいけると思う。いけるの？すごい自信。俺もう自分の人前蹴り見えないっすって言うからいやバキじゃない嘘なんですけど、はい、精進いたします。今回ご紹介するのはテレビ出演した後に変死体で見つかったある女性の話なんです。実はこの女性は番組内でとんでもない事実を暴露していたんです。何じゃあそのせいで誰かの恨みを買っちゃったとかって話？それはねまだ言えないんですけど、彼女がねなぜ亡くなってしまったのか、それを知るためにもまずは生前のね彼女の暮らしぶりから見ていきたいと思います。壊れた日常。2012年7月、ペルー首都リマの郊外にある労働者階級が暮らす町ワチパが舞台。忘れ物はないか、気をつけていくなよ。両親に見送られているのは当時19歳の女性ルース・タリア・サヤス。この日も彼女はコールセンターの仕事に行くと告げ家を出ました。ルースおはよう。通勤の途中で会ったのはルースの恋人ブライアン・ロメロ・レイバー。ブライアンは近所に住む20歳の青年でバイクタクシーの運転手をしていました。内気で口数が少ないですがハンサムで優しい青年なんです。ルースは家族と恋人に恵まれ幸せな日々を送っていました。しかしこのわずか2ヶ月後、一家に悲劇が。ルースが帰ってこない。どこに行っちゃったの？なんで連絡もよこさないんだ。なんとルースは突然失踪してしまったんです。すごい平和そうだったじゃないの。どうしてよ。家族やね恋人はね彼女のことを優しい人だと思ってたんです。しかしですね、ルースには裏の顔があったんです。ルースの父親はすぐに行方不明届を出しました。しかしペルーの警察はお金がなければすぐに捜査をしてくれません。そんな時に頼れるのはテレビ局でした。というのもテレビで報道されることで話題になり捜査をしてもらえることがあったから。ルースの両親がテレビ局に訴えると3日後に取り上げてもらいました。テレビを使って助けを求めようとする人は多く、普通はなかなか放送してもらえません。すぐに放送してもらえたのは実はルースがとあるテレビ番組に出演していた有名人で話題になると考えられたからでした。それはルースが行方不明になる2ヶ月前の2012年7月のこと。彼女は真実の価値というテレビ番組に出演していました。この番組は全部で21の質問が出され、答えた数に応じて賞金を獲得できるというもの。最終賞金は5万ソル、日本円にしておよそ200万円。これはペルーの平均賃金の数年分に当たります。ここまでの説明だとそんなの余裕だろうと思う方もいるでしょうが、そう簡単に賞金は獲得できません。その理由の一つは質問内容にあります。ルース以外の出演者を
例に挙げるとこんな質問がありました。夫以外の人と性的関係を持ったことがあるか、夫を殺すために殺し屋に金を払ったかなど、どれも身内に聞かれれば人間関係が終わりかねないようなものばかり。さらに回答者には嘘発見器が装着され、嘘をついたり答えることを拒否した場合、ゲームは即終了になりました。しかしルースは何ら躊躇することなく次々と質問に答えました。最終的には18の質問に答え、およそ60万円の賞金を獲得したんです。これはペルーに住む人の10ヶ月分の賃金に相当する大金。番組は視聴率1位を記録し、これ以上ない大成功と思われたのですが、ルース、一体どうしてあんなことを喋ったんだ？そう、番組が放送されたことによってルースと家族の関係は険悪になってしまったんです。これは彼女がテレビで話した内容が原因でした。さらにルースは友人や知人から番組でのことをからかわれ、普通に生活することができなくなってしまうんです。そんな周りの反応にルースは追い詰められ、自ら命を絶とうと考えるように。あんな仲良かった家族がさ、ここまで険悪になることなんてある？なおさらテレビで何話したのかすっごい気になってきたわよ。ほんとそうですよね。それではね、彼女がね、テレビ番組で何を話したのか見ていきたいと思います。彼女の嘘。ルース、頑張って。番組には3人のゲストが招待されました。ルースが招待したのは両親と恋人のブライアン。3人は緊張していましたが、ルースのことを温かく見守っていました。それでは質問を始めます。あなたは学校をサボったことがありますか？ルースは余裕の表情ではいと答えました。最初の方は長い間シャワーを浴びなかったことがあるか、見た目と性格どちらが大切だと思うかといった簡単な質問ばかり。その後ルースの賞金は増えていき、順調かに思われました。しかしその質問はどんどん過激なものへと変わっていくんです。ルースは鼻の整形をしたことや白人になりたいと思っていること、両親の態度を恥ずかしいと思っていることを暴露。ルース、お願いだからもうやめて。母親の懇願も無視し、ルースは質問に答え続けます。そして恋人のブライアンのことについて質問されました。ブライアンを賢いと思うか？彼をイケメンだと思うか？ルースはその質問に答えるのを躊躇したように見えました。しかし少し考えた後、衝撃的な言葉を放ったんです。ブライアンとはもっといい人が現れるまで付き合っていただけよ。ひどくないの？テレビの前で恋人のことそんな風に言う？結構ね、ダメージ受けますよね、やられたら。そうよ。ですがね、彼女はこの後さらにすごい暴露をするんです。ブライアンはこの発言にもちろんショックを受けていました。しかし番組はどんどん進んでいくんです。続いて司会者は、両親があなたの職業を知ったら誇らしく思うかと質問しました。それに対しルースはノーと答えます。続けてルースが語った内容に両親はひどく動揺しました。私はコールセンターで働いていません。ナイトクラブのダンサーをしています。その答えに両親は驚きを隠せませんでした。しかし質問はまだ終わりません。では18番目の質問です。あなたは金銭と引き換えに性行為をしたことがありますか？はい、あります。ルースは長い沈黙の後質問を肯定し、言葉を続けました。2回だけよ。どうしてもお金が必要だったの。それからやってないわ。その質問を最後にルースの質問は終わりました。何それ？コールセンターって嘘だったの？そんな売春までして。でもね、両親よりね、さらにショックを受けたね、人物がいるんですよ。司会者からどうして嘘をついていたのかと聞かれたルースは平然とお金のためだと答えました。そんなルースの余裕もすぐに一変。放送後番組を見ていた近所の人たちから面と向かって悪口を言われるように、やがて耐えられなくなったルースは引きこもるようになったんです。しかしルース本人や家族よりもひどい悪評に苦しんでいた人物がいました。その人物とはルースの恋人ブライアン。彼は番組出演後、友人や近所の人たちから笑い物にされていたんです。ペルーでは恋人を寝取られることはかなり恥ずかしいこととされていました。言うならば全国放送のテレビ番組で晒し者になったようなものです。相当な屈辱だったことでしょう。そうです。ルースはテレビ番組真実の価値に出演して賞金を得るのと引き換えに家族や恋人との幸せな関係を壊してしまったんです。それから数週間後、ルースは失踪しました。そりゃみんな怒るわよ。何？ルースその後どこ行っちゃったわけ？この後ね、ルースの行方が判明するんです。失踪した彼女はどこでどのように見つかったんでしょうか？ルースの行方。ルースの母は娘の手がかりを探しました。やがてルースが失踪した日、恋人ブライアンと歩いているところを目撃したとの証言を得ます。話を聞いたルースの母はすぐにブライアンの家へ。ブライアン、お願い、ルースを返して。しかしブライアンの対応は冷たいものでした。ルースとは会っていません。帰ってください。ルースの家族だけではなく、警察もブライアンを犯人だと疑っていました。こうして容疑者として浮上したブライアンは自分は犯人じゃないと訴えましたが、誰にも信じてもらえませんでした。いや、そらそうでしょ。だって怪しすぎるもん。ルースにテレビでひどいこと言われてさ、恨みとか持っちゃった可能性あるわよね、普通に。
まあでもね、ヤミコさん、これね、すぐにね、決めつけるっていうのはね、ちょっと危ない考え方かもしれないんです。ここで本日のメトラキーワード、素人理論について。素人理論とは、その人の経験に基づいた何の根拠もない主観的理論のこと。例えば、残虐な事件が起こった時、その不安から事件の原因を決めつけ、自分を納得させたりします。家庭に問題があったから犯行に及んだ。貧困だったから犯罪に走った、など。そして自分の理論に合わない事例は見ないふりをし、自分は正しいと思い込むのが特徴です。今回の事件の場合、番組で判明した恋人の裏切りに恨みが爆発したのではと安直に番組と事件を結びつけている人がいました。しかし本当に原因はそれだけなのか。そしてこの理論は加害者自身も持っています。自身をこの理論で納得させ犯行に至ることもあるようです。私も番組のせいでって思い込みがあったのかもしれないけど、そういうの気をつけなきゃいけないわね、ほんとね。そうなんですよね。冷静になってね、本当にそうなのか考える必要があるのかもしれません。ではですね、ルースとブライアンの間に一体何があったのか見ていきたいと思います。井戸の底。女性の遺体が見つかったぞ。ルースが失踪してから11日後のこと、リマ郊外の井戸の底から女性の遺体が発見されます。遺体はコンクリートで固められており、何者かが隠したのは明らかでした。まさか。ルースの両親はその死体を確認しました。変わり果てた娘と再会した母親は地面に突っ伏して泣き叫びました。その後すぐに恋人ブライアンが警察の取り調べを受けるんです。そこで彼の口からルースの最後の様子が語られたんです。2012年9月、その日ブライアンはルースと会う約束をしていた。ブライアンが橋のそばで待っているとルースがやってくる。久しぶりだね、ワインでも飲みに行かないか。ルースは軽くうなずき、ブライアンのバイクタクシーに乗り込んだ。10分ほどバイクを走らせ着いたのは古ぼけたアパートの前。そこの2階にブライアンの部屋があった。2人はバイクを降りるとアパートの前の縁石に座って1本のワインを回し飲みした。その時2人はどんな言葉を交わしたのだろうか。そして程よく酔いが回った頃、ブライアンの部屋に入り性行為をした。しかし行為を終えた後2人は激しい喧嘩に。その時ルースはこうまくし立てた。貧乏なバイクタクシーの運転手と話してるなんて自分が何をしてるのかわからないわ。その瞬間ブライアンは怒りをコントロールできなくなり、ルースの首を掴んだ。苦しい話。30秒ほどしてブライアンはようやく我に返る。おいルース、嘘だろルース。その時すでにルースの意識はなかった。気を失ってるだけだ、そう自分に言い聞かせてルースの体を激しく揺さぶったが反応はない。ルースの心臓に耳を当てたが何も聞こえなかった。なんだか切ないわね。でもルースに裏切られたってことが相当ショックだったってことよね。ここだけ聞くとね、そう思いますよね。どういうこと？今の話はね、あくまでブライアン本人の話なんです。この後裁判が始まるわけですが、ここで驚愕の新事実が判明していくんです。ブライアンの供述を簡単にまとめると次のようになります。久しぶりに会ったルースとワインを飲んだ後、合意の上で性行為に及んだ。その後口論となり、カッとなってルースの首を絞め殺害してしまった。実はこの供述はほとんどが嘘。まず犯行前にルースが飲んだワインには睡眠薬が入れられていました。それを飲んだルースは昏睡状態の中、ブライアンに性的暴行を受けたようです。これは明らかに計画的な犯行なんです。そしてここで思い出してほしいのは、ルースの遺体がコンクリートで固められ井戸の底に隠されていたということ。そんなことがブライアン一人で可能なのでしょうか。実はブライアンには共犯者がいたんです。それはルースの遺体が見つかった井戸の所有者であるブライアンの叔父。本来ならブライアンを説得し犯行を止めなくてはならない立場の人間です。こうしてブライアンと彼の叔父は逮捕され裁判にかけられます。裁判の争点は殺害が計画的かどうかでした。ブライアンの弁護士はこのように主張しました。被告は被害者からの屈辱に耐えられなかったのです。よって殺害は衝動的に行われたものだと思われます。弁護士はそう発言しましたが証拠は揃っていました。そして裁判官は金銭目的の計画的犯行だったと結論付けたんです。なぜならブライアンと叔父はルースの銀行のセキュリティコードを聞き出そうとしていたから。そう、ブライアンは衝動的に犯行に及んだと嘘をつくことで自分の罪を軽くしようと考えたんです。最終的にブライアンと共犯者である叔父は強盗、誘拐、殺人の罪で終身刑が下されました。ブライアンの犯行の一番の動機はお金だったのか、それとも屈辱を受けたことに対する恨みからだったのか。よければ皆さんの考察をお聞かせください。そして最悪の最後を迎えたルースとブライアンの関係、もし彼女がテレビに出演していなかったらと考える人も多いでしょう。実際に事件後ルースが出演した真実の価値は多くの批判を受けました。それに対して真実の価値の司会者はこう答えています。事件と番組とは関係がない。しかし真実の価値のようなリアリティ番組に出演した
した人の中には視聴者の憎悪や嘲笑を集めるケースが多くあるんです。ルースとブライアンのようにあまりにひどい言葉を浴びせられ出演後に自ら命を絶ってしまうケースも少なくないんです。実際世界中で40人以上の死者を出しているのですから、今回の話のように殺人事件にまで発展することは稀ですが、全くの無関係だと言い切るのはさすがに難しいのではないでしょうか。最後にルースの母親の言葉を紹介し、今回は終わりにしましょう。ブライアンに判決が下された後、母親はこう語りました。私が死んだら泣くのをやめます。苦しむのをやめます。もしもあなたの家族や恋人が許しがたい嘘をついていたらどうしますか？